皆さん、こんにちは。まだ寒い日が続きますが、風邪などはひいていませんか？今日は、とってもエモい、温かい気持ちになれる漫画を紹介しようと思います。奥山健一先生のワンナイトモーニングです。昨今の漫画業界では、某有名漫画、ダンジョン飯のヒットを皮切りに、食事系の漫画がかなり増えてきました。もちろん素晴らしい作品も多いのですが、中には、ただ、食事をしているだけ、という漫画も多く、食事系に飽きてきたという人もいるかと思います。そこでこちらのワンナイトモーニング。この漫画は、オムニバス形式となっており、その名の通り、男女が夜を共にするワンナイトと、翌日の朝食のモーニングがコンセプトの漫画です。オムニバス形式ということで、話や登場人物が毎回違うのですが、男女の関係が昔からの友達のお姉さん、たまたま会っただけの人、セフレ、教師と元教え子、などなど、様々な形の関係で登場します。男女が夜を共にするワンナイトも、様々な形で登場します。若い男女の性行為を描写していることも多いのですが、逆に、あえて性行為を描写していないものもあり、この漫画を読むことで、改めて男女の関係イコール性だけではない、ということを感じます。この作品をラブコメとして見た場合、会ったその日に性行為に発展するというラブコメではほぼありえないものとなります。しかし、少年誌のラブコメではどうしても少年誌である以上、無駄なお色気シーンや登場人物の煮え切らない態度を永遠と見ることになり、ともすれば、それは大人になった人が読むとつまらないものだったりします。その点、こちらの漫画は会ったその日に性行為をする、性行為のチャンスだったが何もせずなどなど、社会人の人であれば、経験したことがあるような、リアルな男女の描写が丁寧に描かれています。また、こちらの漫画は、男女の関係だけでなく、翌日の朝食のシーンも大変素晴らしいです。先ほどの説明の通り、登場人物たちは、いろいろなパターンの夜を過ごすのですが、その夜が明けてから、いろいろな思いが交差しつつ撮る朝食のシーンが非常に素晴らしい。1話1話のボリュームがそれほど多くないのですが、それゆえに、無駄なシーンが一切なく、ほぼ全ての要素が綺麗に噛み合っており、読んだ後は非常に清々しく、温かい気持ちになることができます。大人がエモいと感じることができるシーンがほとんどであり、少年誌のようなわかりやすいサービスシーンや萌え要素はありません。そのため、学生さんや若い人よりも、特に大人の人におすすめします。現在、コミックスは4巻まで出ていますが、これだけの話数が続いても、ネタ切れにならず、非常に面白い話が続いています。これからも長く続いてほしいです。また、個人的に、こちらの漫画は、今一番ドラマ化してほしい漫画でもあります。孤独のグルメのドラマ化が当たったように、こちらも当たると思います。テレビ局さん、同じような感じで、ぜひドラマ化してください。さて、今回の紹介は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴、ありがとうございました。